もし数十年間あなたを密かに監視し続けている人がいるとしたら、遡ることおよそ20年前の2003年11月14日、アメリカサウスカロライナ州チャールストン。こいつは一体何が目的なんだ。殺人事件の現場を訪れた警察官はその部屋の異様な光景にただ呆然としていました。この日殺害されたのは小学校でフランス語を教えるメアリー・リン・ウィザースプーン。彼女は考察された後、浴槽の中で手足を縛られた状態で放置されていたんです。犯人はメアリーを殺害した後、彼女の自宅を隅々まで家探しし、下着や衣類などを盗み出していました。さらに不可解だったのは、メアリーの車から発見されたおびただしい量の紙。その紙にはなぜかメアリーのサインが何度も繰り返し書き連ねられていたんです。これは被害者の筆跡ではないな。そう、明らかに男性の字で書かれたそれはメアリーへの異常なまでの執着を物語っていました。それもそのはず、犯人はなんとメアリーを15年間もストーカーしていたんです。15年もの長きにわたり一人の女性をストーカーし続けた男はなぜ長年付きまとったその女性を殺害したのか。男が抱いていたその願望とは、恋愛とは似て非なる感情だったんです。おそす、未だにサウナで整う感覚がわからなくてめっちゃ苦手、ケンちゃんです。心拍数を2倍まで上げると整うぽよ。やみやみこです。俺心拍数15倍って聞いたよ、自分。ってなってるんです。爆発炉やった。本日ご紹介するのは、ストーカーの末に起きてしまった2つの殺人事件について。2つの事件に共通していたのは、犯人が被害者を殺害した後も被害者に対して強烈な執念を持ち続けていたことなんです。執着って何？例えば殺した後もその人のものをなんかずっと持ち続けたみたいな、そういうこと？もうね、そういうレベルでもっとおぞましいです。最初の犯人はね、女性のストーカーなんです。彼女がね、被害者に付きまとったのは自身のくだらないプライドからだったんです。狂った女。一つ目の事件の舞台は遡ることおよそ22年前の2001年11月6日、アメリカペンシルベニア州。こりゃひどい。キーストーン州立公園に駆けつけた警察は、その場に横たわっていた遺体の凄惨なありさまに思わず顔をしかめます。亡くなっていたのはアンドリュー・バグビー28歳。公園から約8キロ離れたラトローブの町で暮らしている医師でした。アンドリューの遺体は顔面から胸、お尻などに計5発の銃弾を浴びており、全身血まみれの状態。執拗にいたぶられた遺体の様子から怨恨による殺人であることは明白でした。そして犯人の正体はすぐに明らかになります。警察が聞き込みを行うと、アンドリューの友人や同僚は皆一様に口を揃えてこう言うんです。あの女がやったに決まっています。事件が起こる2年前の1999年、カナダのニューファンドランド記念大学に通っていたアンドリューは、講義の後、友人から次のように話しかけられました。おい、アンドリュー、悪いことは言わない。あの女はもうやめとけ。眉間にシワを寄せながら諭すように話す友人。アンドリューは、またか、といった様子で小さくため息を吐くと、微笑みながらこう返します。彼女は確かに少し変わってるけど、そんなに悪い人じゃないよ。アンドリューが彼女と話すその女性は、彼の交際相手のシャーリー・ターナー。アンドリューより13歳年上で、同じ大学に通う同級生でした。そして、友人がアンドリューに忠告していたのは、チャーリーが非常に男癖の悪い女性だったから。チャーリーはアンドリューと付き合いながらも複数の男性と浮気を繰り返していたんです。どこがそこまで悪い人じゃないなのよ。普通にろくでもない女じゃない。ろくでもねえっすね。ろくでもないわ。しかも友人たちがね、なんでチャーリーが浮気してたのを知ってたかっていうと、シャーリー自身がね、周りに言いふらしてたんです、自分で。私とアンドリューは体の相性が抜群なの。昨日も最高に気持ちよかったわ。満足げな笑みを浮かべそう話すのは、肩まで伸ばしたブロンドヘアと丸いメガネが特徴的な女性。そう、シャーリーです。シャーリーはアンドリューをはじめ関係を持った男性との事情を断るごとに周囲に自慢していました。最悪やん。彼女は浮気癖だけではなく、下品な話を恥じらいもなく言いふらすその態度からあまり疲れていなかったんです。結局周囲の反対もあり、アンドリューは大学卒業と同時にシャーリーと別れ、故郷のアメリカペンシルベニア州へ帰郷。彼女とはもう二度と会うつもりもないはずでした。もう来ないでくれと何度も言ったはずだよ。2001年11月5日、アメリカペンシルベニア州のキーストン州立公園には深刻な表情で向かい合うアンドリューとシャーリーの姿がありました。シャーリーが暮らすアイオワ州からアンドリューの住むラトローブの町までは距離にして約1600キロ。シャーリーはアンドリューと別れてから2年間、その距離をものともせず何度もしつこく彼の元へ通い続けていたんです。そしてこの日も例のごとくアンドリューはシャーリーを説得していたんですが、この日の彼女はいつもとどこか様子が違っていました。いつもならしつこく食い下がる彼女が、この日は何の反論もせず、ただアンドリューを見つめているだけなんです。そして次の瞬間、アンドリューは彼女が何をしに来たのかようやく気がつきます。
そう、気づいた時にはもう手遅れでした。シャーリーはとっさに拳銃を取り出したかと思うと、ためらいもなくアンドリューへ発砲したんです。この後、アンドリューの友人や同僚の証言からすぐさまシャーリーに逮捕状が出されるんですが、彼女は故郷のカナダへ逃亡。そして何食わぬ顔で母校のニューファンドランド記念大学へ赴き、アンドリューの追悼式に出席したんです。いや、マジで何考えてんのこの人。平気でね、そんなことしてるんでね、シャーリーすぐに逮捕されるんです。ただね、この事件の本当に恐ろしい部分はここからなんです。残された命。やっぱり外の空気は美味しいわね。2001年12月12日、刑務所の玄関を背に不敵な笑みを浮かべ帰路に着いたシャーリー。そう、カナダへ逃亡した彼女は逮捕されたものの、なんとその日のうちに釈放されることになったんです。シャーリーがアンドリュー殺害の犯人であることは彼女の携帯の発信履歴からも疑いようがない状況でした。しかし当時のカナダ政府は標的のアンドリューが亡くなっている以上、シャーリーがそれ以上の殺人を犯すことはないと判断。保釈金を支払った彼女を釈放することに決めたんです。人殺したのにその日に釈放ってそんなことあっていいの？あくまでアメリカへの身柄引き渡し日までの話なんですけど、とはいえね、シャーリーこの自由になった期間で驚きの行動に出るんです。お集まりいただきありがとうございます。報道陣の前で深々と頭を下げたシャーリー。突如としてカメラの前に姿を現した彼女の表情は殺人犯の汚名をものともせず、むしろ晴れやかとさえ呼べるものでした。そう、シャーリーはこの日自分から進んで記者会見を開いたんです。そして彼女が報道陣に向けて発表したその内容は、この度私シャーリー・ターナーは亡くなったアンドリュー・バグビーの子供を妊娠しました。アンドリューの遺族を嘲笑うかのように皮肉たっぷりに妊娠の発表を行ったシャーリー。こうして2002年7月18日、シャーリーはアンドリューとの間にできた息子ザカリーを出産するんです。わざわざ自分から記者会見開いて見せつけるようなことしてさ、でどういうつもりなのよ。きっとアンドリューはね、私に夢中だったのよ。アピール要素みたいなね、すげえ自己承認欲求が高かったんじゃないですかね。とんでもない女ね。アンドリューにね、付きまとってたの、自分が振られたって事実受け入れたくない彼女自身のね、プライドに起因してたのかもしれないですよね。アンドリューの父デビッド、母キャスリーンは記者会見中のシャーリーの傍若無人な振る舞いにただ怒りを覚えていました。そしてアンドリューの息子が生まれた事実を前に彼らはこう心に決めていたんです。あの子の親権を取るぞ。ここからアンドリューの両親はシャーリーとその息子ザカリーが暮らすカナダのニューファンドランド州へ移住。本来なら顔も合わせたくないシャーリーと数ヶ月間にわたって親権の交渉を繰り返すんです。そして2002年11月、シャーリーのアメリカへの引き渡しが議論される中、彼女が再び逮捕されることに。こうしてザカリーは一度アンドリューの両親の手に渡るんですが、お願いします、私はどうしてもザカリーと暮らしたいんです。2003年1月、アンドリューの両親にそう訴えたのは再び釈放されたシャーリー。結局彼女は以前と同じようにこれ以上の殺人を犯す危険性は低いという理由で釈放され、ザカリーを取り戻しにやってきたんです。この時アンドリューの両親がシャーリーの要望を受け入れていなければ最悪の事態は免れたのかもしれません。2003年8月、はい、バグビーです。そう言って何気なく受話器を取ったのはアンドリューの父、デビッド。電話口から聞こえてきたのはザカリーの親権交渉を担当していた弁護士の声だった。そして弁護士はいつになく重い口調でその話を切り出した。バグビーさん、落ち着いて聞いてください。シャーリー・ターナーがお孫さんと一緒に純粋自殺しました。シャーリーは約この1ヶ月前、バーで知り合った若い男性と肉体関係を持ち、その関係をめぐってトラブルを起こしていました。この一件がシャーリーの保釈条件に違反するとされたため、彼女のアメリカへの引き渡しが再度議論されることに。この状況においてシャーリーが息子のザカリーと引き離れないために選んだ最後の手段が、彼を道連れに海へ身を投げることだったんです。結局アンドリューの両親ってさ、息子も孫も殺されちゃったってこと？最後はね、ザカリーと一緒に暮らしたいっていう思いをね、組んでくれたアンドリューのご両親ね、この思いすらも踏みにじるような結果だったんです。続いてね、2つ目の話なんですけど、なんとこの犯人ですね、恋愛感情とは全く別の感情から一人の女性をストーキングし続けていたんです。執着の痕跡。2つ目の事件の舞台は遡ること2003年11月14日、アメリカサウスカロライナ州チャールストン。何なんだこれは。警察が訪れたのは一人暮らしをしていたメアリー・リン・ウィザースプーンという53歳の女性の自宅。警察が駆けつけたその部屋は足の踏み場もないほどに荒れ果てていました。テーブルの上には食べかけの朝食がそのままにされ、床にはそこかしこに衣類が散乱している状態。彼女に限ってこんなことはありえません。そう叫んだのはメアリーの同僚の教師でした。メアリーは学生時代にミスコンの優勝経験があるほどの美人、そして頭脳明晰な上に温厚で誰にでも優しいその性格から周囲から非常に慕われていました。メアリーの自宅の状況は文字通り完璧な彼女の部屋とはとても思えないものだったんです。じゃあ何、家が荒らされてたのってストーカーの仕業ってこと？そうなんです。そのままね、家の2階へと進んだ警察、最悪の状態となってしまったメアリーを発見することになるんです。
くそ、手遅れだったか。そう言って警察が大きくため息を漏らしたのは、この家の2階にあるバスルームの扉を開けたその時のこと。浴槽に浮いていたのは全裸の状態で手足を縛られたメアリー。彼女は的暴行を加えられた後に絞殺され、そのまま放置されていたんです。そしてこの時点で犯人の正体は分かりきっていました。つい数ヶ月前にこの家に不法侵入し、衣類や下着などを盗み出して逮捕されていた男がいました。メアリーがその男にストーカーされていた期間はなんと15年間。15年執着も執着じゃないのに。何をそんな執着することがあんのよ。それもね、この男の目的が恋愛とは別だったことも関係してるんです。男とメアリーは一体どんな関係だったのか、早速見ていきたいと思います。執着の正体。僕と結婚してほしい。1981年、当時31歳のメアリーは一人の男性から思いを告げられました。男性の名前はエドモンズ・ブラウン3世。メアリーより2歳年下で海軍へ勤める真面目な青年でした。誠実で心優しいエドモンズの性格に惹かれたメアリーは、この少し前に彼との交際をスタート。それぞれ離婚歴がある2人は、お互いに良き理解者として順調に関係を築いていたんです。しかし、ごめんなさい。あなたのことは愛しているけれど、やっぱり結婚はできないわ。そう、メアリーはエドモンズと結婚する上で一つ問題に感じていることがありました。それはエドモンズの10歳になる息子テネントのこと。テネント、こんにちは。今日はケーキを買ってきたから一緒に食べましょう。メアリーはいつもそうやって優しくテネントに接していました。しかしテネントは何を話しかけられても一切返事をせず、いつもただ無表情でメアリーを見つめているだけ。怖っ。何を考えているのかわからないテネントのことをメアリーはずっと不気味に思っていたんです。結局テネントのこともあり、メアリーとエドモンズは7年交際した後に破局。メアリーはもうエドモンズの家族と関わることもないと思っていたのですが、ちょっと待って、ストーカーになったのってもしかして、そうなんです。そしてここからメアリーにとって恐怖の日々が始まるんです。エドモンズと別れてしばらく経ったある日、誰？自宅の窓を開けたメアリーは何者かがこちらを見ていることに気がつきました。じっとりとした視線を向けてくるその人物の方へ目を凝らすメアリー。次の瞬間、彼女は背筋が凍る感覚を覚えるんです。そこに立っていたのは、そう、エドモンズの息子、テネントでした。この日以来、テネントはメアリーの自宅付近を徘徊するようになり、ひどい時には家の中まで侵入してくるようになったんです。この後は10年ほどテネントが姿を見せない期間もあったんですが、2001年30代を迎えて彼は再びメアリーの元を訪れました。そしてここからテネントの行動はみるみる過激になっていき、家に侵入してメアリーの下着を盗んでいくことも。さすがのメアリーもこれには恐怖心を覚え、警察へ通報。テネントが逮捕されたことで全て解決したように思えていたんですが、2003年11月14日の朝、メアリーはまだ眠い目をこすりながらベッドから体を起こした。今までは毎日玄関の前にいたらどうしようって気が気じゃなかったけど、もうテネントが来ることもないのよね。テネントに付け回される日々から解放されたメアリーは、ようやく戻ってきたその平穏を噛み締めていた。その時、突如、家の中に鳴り響いたチャイムの音。出勤前の慌ただしい時間に訪ねてきた訪問者を怪訝に思いながらも、メアリーは玄関へ向かう。はい、今出ますね。そう言ってドアを開けた瞬間、メアリーはその目を疑った。なんとそこには、拘置所にいるはずのテネントが立っていた。テネントが逮捕された際、メアリーは彼が釈放された場合に通知が届く被害者通報システムに登録していました。しかし、出所の際の手続きに不手際があり、テネントが釈放されたという通知はメアリーに届いていなかったんです。こうして何も知らずに玄関を開けたメアリーはテネントに自宅へ押し入られ、最悪の結末を迎えることになってしまうんです。事件が発覚した後、テネントは現場へ再び戻ってきたために、あえなく逮捕されることに。そして、取り調べにおいて、警察は彼がストーカーをしていた本当の理由を知ることになるんです。一体、どういうつもりでこんなことを。逮捕されたテネントを前に警察官は言葉を失っていました。なぜならこの時テネントはメアリーの下着を身につけていたから。さらに彼の自宅からはメアリーの髪型そっくりの金髪のカツラや胸に入れるパッドなども発見されました。どういうこと？テネントが女装の趣味かなんかあったってこと？彼はですね、メアリーに成り代わろうとしていたんじゃないかって説もあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、心理学における同一化について。同一化とは自身のコンプレックスから逃れるため、容姿が優れていたり才能があったりする人の見た目や考え方を真似しようとする心理効果。コンプレックスが耐え難いものである場合に強く喚起されることがあります。同一化は単に影響を受けるというレベルのものではなく、自分が本当に憧れの対象になったと勘違いするほどに真似しようとするため、問題に発展することも珍しくないんです。同一化の状態にある人は憧れの相手に対し一方的に親近感を抱いています。そのため相手から拒絶された際に怨恨に繋がってしまうケースも多いんです。テネントがメアリーに成り代わろうとし
していた証拠は現場からも発見されていました。メアリーの自宅に止められていた車の中からは、テネントが彼女のサインを練習した紙が大量に見つかったんです。テネントは長年、性同一性障害に悩まされており、男性に生まれた自身の見た目をコンプレックスに感じていたといいます。さらに取り調べにおいて彼は、メアリーは親しい友人だと主張しました。容姿端麗なメアリーに憧れたテネントは、彼女になり変わろうとすると同時に、そうした一方的な親近感を覚えていたのでしょう。幼少期の彼の不気味な態度は、そんな憧れの女性を前に接し方がわからなかったゆえのものだったのかもしれません。最後はそんな彼女に拒絶されてしまったために怒りを抑えきれなくなったのだと考えられます。最終的にテネントに言い渡された判決は仮釈放なしの終身刑。彼は刑に服し続けるその日々の中でも未だに女性になりたいと言い続けているんです。いやね、エミコさん最近ね、あったかいっすね。まあそうね、汗かいてきちゃうよね。もう完全春っすね。うん。去年ね、夏に T シャツね、出したんですけど、1ヶ月も経たないうちに売り切れちゃって、そこからね、しばらくちょっと製造が困難だったんですけれども、また復活できましたので、ブランドアルゴメトリーからね、この T シャツですよ、これ。復活で。これね、イラストもね、原田千秋さんがね、描いてくれた絵ですよ、これ。というわけで、もちろんね、今回もね、数に限りはあるんですけれども、なんで数に限られるのかっていうと、こだわりすぎてしまって、この生地も分厚めで、ここもね、プリントじゃなくて刺繍なんですよ。で、背中もジェットプリントじゃなくて、シルクで、こう発色をね、できるだけ原田さんの絵そのものの発色に近づけるためにこだわって作ったんで、まあ、それ好評いただいてね、前回すぐ売り切れちゃって、ちょっとこの度ね、またご用意ができましたので、概要欄固定コメントのブランドアルゴメトリーからね、買えますので、ぜひぜひご興味ある方は見ていただければっていうところで、結構ね、アウターとかと合わせたりとか、生地もしっかりしてるから、1枚でね、出かけれたりっていうところで、オーバーサイズっていうの、こういうの、そうですね、なってるから、すごい女の子でもね、なんかダボっとして着るのもいいし、M サイズでちょっとね、締まって着るのもいいし、前回8割ぐらいも女性でしたよ。女性の方が大きめに着るとか、かわいい。なんかそんな形でね、やってる人も多かったんで、ぜひぜひというところでよろしくお願いします。